こんにちは、ネイジーの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は昨年作っていたワイヤーリュックの制作動画になります。作り方の紹介ではないんですけれども、すべてね、だいたい工程の方を撮影しておりましたので、その工程をですね、つなげて動画の方を編集させていただきました。ところどころ抜けてる箇所はあるんですけれども、おおよそですね、作り方の参考になるんじゃないかなと思いますので、もし本がお手元にある方は、今回の動画を参考に作っていただけたらと思います。非常にパーツの多い作品になりますので、ボリュームたっぷりで、工程を分けておりますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を紹介しています。よかったらチャンネル登録していただいて、最新動画もチェックしていただけると嬉しいです。まず最初にパーツの紹介になります。今回は布合わせをしていますので、非常にパーツが多いです。もちろんですね、お好みの生地で自由に作っていただいて大丈夫なんですけれども、今回の私の布合わせを紹介しております。参考になればと思います。ちなみにですが、今回パーツの方数えてみました。なんと22パーツになります。そこにさらに接着芯が加わるので、だいたい倍ぐらいになってますね。パーツが多くて準備は大変なんですけれども、仕上がった時もう達成感ひとしおなので、こういうのを一度作ってみてほしいなと思います。まず周囲の際を縫うんですけれども、本紙ではここまでですね。なんですけれども、今回はアレンジでダブルステッチにしてもう1本平行に縫っています。こうすることで作品に品が出るし、丈夫な仕上がりになります。ショルダーパーツはテープを挟んで縫うようにしています。今回はですね、オックスの生地を使っていますので、これには接着芯を貼らずに、そのまま生地の厚みを生かして仕上げております。こちらも持ち手と同じようにダブルステッチで仕上げていきます。これもね、見た目も綺麗になりますし、丈夫にもなります。で、今回側面ポケットは2枚仕立てにしました。こちらも生地の張りに合わせてですね、こういう仕上げ方にしております。本ではここテープにしてるんですが、2つ折りにして、簡単な仕上げ方にしております。続いて側面にポケットを縫い付けているところになります。今回ポケットの底にはタックが入りますので、まずそこ中央から上に向かって縫っているところです。こうすることで両サイドのポケットの高さがきれいに揃うんですね。こういうふうに2つ折りにして反対側に印をつけます。で、つけてからそこに合わせて縫っていくというような方法をしています。一度に縫うと縫いずれが起きやすいんですけれども、こうするとですね、綺麗に仕上がっていきますので、もしねずれることが気になる方は試してみてください。続いてかぶせポケットなんですけれども、ここねちょっと動画の方を撮ってなかった箇所がありまして、ちょっと一部抜けてますけれども、ファスナーをちょっと幅広い部分と裏面は狭い部分とでちょっとパイピングをしているような感じになっております。布でねファスナーを包んでおります。で、まず第一難関ですね。このポケットを本体に縫い付けていく作業をしていきます。ポケットなのであんまり接着芯は貼らないようにしております。上にも下にもタックを入れますので、だいぶね厚みが増してきます。ちなみにかぶせ布の方には接着芯を貼ってありますので、結構厚みがありますよ。タックを止めたらそこから縫って脇を縫うというような感じの順番で縫っていくといいかなと思います。表からでも返し縫いをしてしっかりと留めていきます。
続いて背中に当たる外ポケットを作っていきます。ポケットの入れ口はテープを重ねて丈夫にしています。ポケットの縫い付け方なんですけれども、こちらもですね、表と同じようにまず底から縫って脇を縫っていくようにします。両脇を縫った後に中央の仕切りを縫います。この中央の仕切りなんですけれども、まっすぐに線を引いた上を縫っていく方が作りやすいかと思います。でテープの上から落ちないところで三重縫いして戻っていくというような感じです。で戻っていく平行にする幅は今折り返したミシン目の幅になりますので、ここはですね、ミシン目の長さ、縫い目の長さを 3.0 にしておくと綺麗に仕上がっていきます。ショルダーを当て布に縫い付けているところなんですけれども、荷物がたっぷり入るリュックなどは結構重さでテープがちぎれてしまうことがありますので、5ミリぐらいちょっと出しておくと安心かなというふうに思っております。仕上げに折り返して留めるところなんですけれども、これね、本を見直したらよくね分かりにくかったので、ちょっとここで補足で説明しますとですね、縫い代が重なり合わないように折り返した縫い代に付け合わせになるような感じで畳んでおります。本とね照らし合わせると全くね違う工程とかもあるんですけれども、アレンジがね多少加わっておりますので、参考程度にしていただけたらと思います。こちらもダブルステッチで仕上げております。今回ねダブルステッチしてる場面が非常に多いんですけれども、縫い方としてはまず際を縫って、そのミシン目に合わせて次に縫う時は押さえの端を合わせて 5mm 開けて縫うというような方法を採用しております。この方法だと縫い代がピタッと引き締まるような感じになります。 D カンを通したショルダーパーツの方は角がそこにピタッと揃うようにすると仕上がりが綺麗なので参考にしてください。長い肩紐ショルダーとかがついてくるとちょっとね邪魔になってきますので、この時点で送り感を通して縫い付けておくといいですよ。ここまで来るとねだいぶ形が見えてきます。カシメとか革とか付属品もねこの時点でつけておきました。いろんなパーツがついた後に側面をつけていきますので、非常にね縫いにくくなるんですけれども、カーブの部分は切り込みをあらかじめ入れてから縫うとちょっと生地がもたつきますので、こんな感じでですね、そこから縫ってカーブのところに来たらハサミで切り込みを入れながら縫うという方法がおすすめです。最初にそこから縫って仕上げていきますので、次に縫うのは反対側の袋口の方から縫っていくようになります。縫い終わりの部分は最初の糸を切って縫い目を重ねるようにします。このテフロン押さえで縫ってるんですけれども、接着芯貼ってあるとどうしても縫い進みにくい時があります。そういう時は押さえの方を変えてみてください。側面がつくと一気にねカバンっていう感じになってきますよね。まだまだパーツつけますよ。続いて内ポケットを作っています。こちらはですね、本紙の方に掲載がないアレンジのファスナーポケットになっております。ぜひ皆様もカスタマイズして楽しんでいただけたらと思います。今回のリュックの製作の中で一番難しいのがこちらの口のファスナーになります。ファスナーの開き口と閉じ口のところを
ファスナーを避けて縫って仕上げる方法になります。ちょっとねここ難しさが出てきますけれども、仕上がった時にですね一回閉じると両サイド余った生地がバランスよくなってると綺麗に仕上がっていきますので、内布をつける前に確認しながら進めるといいですよ。そして内布と重ねたら今度は端まで縫っていきます。ここね結構間違いやすいので気をつけてください。ファスナーを縫い込んでいない部分が揃ってると綺麗に仕上がっていきます。両サイドを輪にした最後にファスナーの際を縫うようにします。映像はね抜けてるんですけれども、よかったら本紙の方をご確認ください。口布ファスナーのこのね下げて縫う方法はちょっと難しいんですけれども、バッグとか大きく開けて使いたい時に便利な方法です。ちなみにファスナーエンドに使っているこちらの革タブにはですねアンティークの刻印を使ってます。最後に仕上がった口布を本体に縫い付けていくんですけれども、パイピングのように仕上げていきますので、内側になる方を1センチ折っておきます。続いて本体に持ち手をつけます。このね定規くびれ定規なんですけれども、すごくね使いやすいので、ぜひ持ち手の付け位置とか印付けの時に使ってみてください。中央の印が入って穴が開いているので合い印つけやすくなっております。クリップなどで仮止めしたら端から 5mm を縫って仮止めしておきます。いよいよ本体と口布が合体していきます。よくねバッグにつけるんですけれども、こういうねループがあると鍵とかぶら下げておけるので便利ですよ。バッグが大きくなってきましたので、縫いやすい方向から縫って仕上げております。今回は内側から仕上げていってます。さらにですねこの口布を閉じてるところです。アイロンで1センチ折った面を縫っています。ご覧のように内側から縫って外側を仕上げているので、縫い終わった後に外側の下糸の部分ですね、縫い目が落ちてないかなっていうのを確認してほっとしているところです。最後にワイヤーを通しますので、ワイヤーが貫通しないように片側だけ縫い留めています。口布の脇を縫う時にワイヤー通し口っていうのを作るんですけれども、この時ね多分作るのを忘れてて一回ほどいてるんですよね。そういうこともありますので、ぜひですね本がお手元にある方は、こまめに工程を確認しながら進めてみてください。で最後の仕上げですね、ワイヤーを通した後に縫い目を重ねて閉じます。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで綺麗に仕上がってきたところです。ワイヤーリュックはですね布合わせはすごく楽しいんですけれども、パーツが非常に多いので工程がとても多いんですよね。なのであんまり私も作る機会が少ないんですけれども、今回はお客様からリクエストをいただきましたので、その方に向けて作らせていただきました。楽しい時間になりました。本当にありがとうございます。たくさん使ってくださってると嬉しいなっていうふうに思っております。よかったら皆様もお気に入りの生地で仕立ててみてください。今回はですね表になった生地はリネン 100% のちょっとざっくりとした生地を使っておりますので、普段皆様が作られる場合はですね綿麻キャンバスとか縫いやすい仕立てやすい生地を使用されることをお勧めします。ぜひ今回の動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして皆様、嬉しいお知らせです。私はですね2020年に YouTube チャンネルを、本格的に始めようと、スタートしたわけなんですけれども、ついにですね先日 YouTube チャンネル登録者数が10万人を達成しました。これもすべて皆様のおかげです。ありがとうございます。これからも皆様に役立つ動画作りを心がけてまいりますので、引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。